彦左衛門です。今日は久しぶりの日本語動画で、ちょっとね、これから週1回5分の、毎週日曜日夜11時からライブショー1時間、だいたい英語でだけど、日本語でもいいんだけど、日本のニュースとか、面白い話題とか、みんなの質問を取って話す東京トゥナイトっていう、もうライブ配信番組やってるんだけど、もう最近英語ばっかでちょっと日本語をやりたいなと思ってて、それについても圧縮した5分まとめの今日のライブショーで話すトピックスを日本語でまとめていきたいと思う。でもうすでにコメントの中でもね、英語も日本語も両方あるようにここ見れると思うんだけど、主には英語になってるけど、もっとその日本語の参加も増やしたいと思うし、日本語コンテンツを作ってここの中に字幕とかつけたいとは思うんだけど、今日どんなトピックを話すのかというと、今日特に日曜日25日ということで、もうみんな多分ねこれ見た時にはもっとお分かりになっていると思うんだけど、一応今日はもう夕方から一番大きいニュースはその AKB の岩手県の事件で3人1人メンバーと2人スタッフが刺されたようで、今あんまり情報がないんだけど、一応3人とも病院に運ばれて状況意識はある状態だけど、もう誰が刺されて何の経緯かよく分かんないんだけどね。ちょっとね、もう最近もこういう嫌な事件が、マスコミを取り上げるから増えてるように感じるんだけど、で AKB は僕は正直言ってファンではないだけど、だからさしていいこともないし、このような握手会みたいなことこういう指す人がいると思うからできないことになったら、もうそれもちょっと寂しいな。日本はそういうところじゃないって認識もあるんで、ちょっと大変残念な事件だけど、ちょっとこれから情報もっと出てくると思います。あとですね、ヒロコタブジニューヨークタイムズの人がちょっと転送した日本の労働事情に関する動画とか記事をちょっと今日転送して、これから見るつもりだけど英語の動画で、小泉時代前からバブル崩壊からこの20年ぐらいにわたっての労働情勢に関しての今そのいわゆるワーキングプアとか今どうなってるかとかってちょっとまとまりの、もう最近よく話題になってるんだよね。特にその派遣村とかってあったりして、最近聞かないけど、でもだいぶね働き苦しくなってきてるところに関してもそれ紹介する動画もあって、英語でそういう意味で日本はどう世界にも配信されてて、その問題はどういう問題社会あるのか、これ一つ確かに有効な問題だと思うし面白いと思います。あと今日のニュースだったけど、昨日あった事件らしくて今日発表になったんだけど、小野寺大臣が日本と中国の軍隊が、中国の空軍と日本の航空自衛隊がどうやら東シナ海の上で飛行機がやっぱその中国人が勝手に作った中国人じゃなくて中国政府が勝手に作った識別ゾーンの上で飛行機非常に近く、もう30メートル以内、半端なく近くに接近した事件があって、でこれ確かにちょっと思い出すと、いつだっけ、15年多分日本来る前かな、俺98年来てその前だったような気がするけど、海南島の近くに昔同じようなアメリカの監視する飛行機が中国の戦闘機とぶつかって両方とも墜落した事故になったんだけど、もうそのような状況もなってきて、やっぱね中国はどんどんその挑発はどんどん引き上げて、やっぱアメリカ入らない限りはもう止まらないんじゃないか。最近フィリピンとかベトナムことがいろいろあってちょっと怖いなとは思うんだけど、やめてほしい、勘弁してほしい。こういうこと何の意味だよね、こんなこと仲悪くする必要何にもないと思うんだけど、でもやっぱりあの国はもう本当に政府がやっぱ内部な事情が悪くなると盛り上げるために日本挑発したりそう周りの国挑発したりしてね、みんな仲良くしてほしいんで、ぜひこういうことも明かしないように希望してるんだけど、あと最近 YouTube に関してまだね未発表、まだ公開してないフィーチャーがいくつかこの間特別動画で発表されて、それ例えばこの iPad とかで動画編集とか管理がもっとできるようになって、クリエイターにとってやっとそういう数年このモバイルプッシュしてるのにPC なし Mac なしで管理できなかったのに、これからできることをもう本当に期待してて、そうなると僕嬉しいんだけど、他の面白い興味深い機能がたくさんもこれから追加する発表もなって、
もうとても興味深いんで、YouTube に興味ある方はぜひ見てください。あとこのちょっとね、英語に翻訳できない日本語の表現、これいくつかあって、ちょっとねこれ多分面白いと思うんだけど、今日見るところも時間があんまりないんだけど、例えばなんだっけ、木漏れ日、木漏れ日、光が漏れる日、それは確かね分解してわかるけど、バクシャンね、後ろ姿がブサイク、美人な人ね、積んどくとか、ちょっとね日本の物珍しい言葉とかで、ちなみになんか自分ですね、好きなニュースとかTwitter とかから一番保存した面白いやつを毎週集めて分類して、例えば日本語専用の雑誌もあるし、この動画で取り上げるトピックスの雑誌もあるし、この間なんか外国人メイドでなぜかこんな変な画像を使われたんだけど、賛成派だろうこの新聞、いろいろあったんだけど、ぜひ日本語のコンテンツも英語のコンテンツもあるし、これからもっと日本語のコンテンツ作りたいんで、ぜひサポートして、これからちょっとライブトークするんで、そのライブトーク参加したい人、毎週日曜日夜11時からご参加ください。はい、ピース。